そんな小銭で偉そうに、30歳過ぎてもまだ結婚もしてない人に今後お世話になるつもりはないですから。義妹となるはずの弟嫁から向けられた初めての言葉に、私は驚愕せずにはいられない。弟はさらに意地悪い笑みを私に向ける。姉さん、さっさと帰れよ。ご祝儀はちゃんと置いていってくださいね。二人は一緒になって私を笑う。そんな弟たちに憎しみに近い感情を覚えたが、次の弟の言葉に私はその感情すら失った。姉さんの祝儀なんかなくてもどうとでもなるけどな。だって親戚の人たち俺のこと大好きだし、みんなすごい金額を包んでくれてるはずだぜ。母さんも姉さんより俺の方が好きだし、なんなら全財産俺にくれる気でいるかもな。ちょっと、その言い方だと金づるにしか見てないように聞こえるよ。しょうがないじゃん。実際金づるなんだし。弟がここまで最低な人間だとは思っていなかった。こんな奴らに気を使っていた自分がバカだった。久しぶりの再会だというのに、昔から何も変わっていないどころか、性格の悪さに拍車がかかっている弟に嫌気がさす。我慢の限界に達した私は、笑い合う二人をそのままに、控え室を後にした。私の名前はまゆか、32歳。外資系の化粧品会社で働いている。大学を出てから違う会社で働いていたが、運よく今の会社からヘッドハンティングされ転職。一緒に働いている人たちも向上心があり、毎日刺激をもらいながらがむしゃらに働いた。それが功を奏して、今では部長という役職を務めている。この会社で働くようになり、自分の価値を認めてもらうようになってからというものの、毎日が楽しい。もちろん、仕事に頭を抱えることもあるが、それを乗り切った後の達成感といったら、他では味わえないものだ。私は今までこんなに毎日が楽しいと思いながら日々を送ったことはない。特に大学に進学するまでは窮屈な毎日を送っていた。私には5歳年下の弟、直人がいる。直人が生まれてからというものの、母は弟につきっきり。可愛くて可愛くてしょうがないようで、私のことは2の次3の次となっていった。まだ幼い私は母に構ってもらえない寂しさを他で埋めることはできなかった。父や親戚の人が構ってくれようとするほど余計母が恋しくなってしまった。それに対し、直人は親戚の中で久しぶりに誕生した男の子。そして誰にでも素直に甘えられるタイプだった。そのため、いつしか親戚も私のことは構わず、弟のことばかり可愛がるようになっていった。その上、自分で言うのもなんだが、私は正義感が強く、間違ったことが昔から嫌い。問題点を指摘してくる子供のことを可愛いと思う人などなかなかいないだろう。そういうわけで、私はどんどん親戚から距離を取られるようになっていった。極めつけは直人の性格。母や親戚中から甘やかされて育った直人は、自分が注目されていないと気が済まない人間に成長し、注目されるためにはどう振る舞えばいいのか心得ていた。よく言えば器用で世渡り上手だが、悪く言えば性格が悪い。私はそんな弟とうまくやってはいけなかった。直人とは喧嘩も多く、その度に母は弟をかばう。私はどんどん自分の存在意義がわからなくなっていった。母だけではなく、親戚も直人ばかり可愛がるようになり、私はいつしか親戚が集まる際などには居づらさを覚えるようになった。そんな私を見て直人は言うのだ。姉さんはあっちの部屋へ行ってれば？表情はニコニコしているが、有無を言わせない目をこちらへ向けている。この頃弟は小学1年生。気に食わないことがあると、
平気で嘘をついて私を悪者にすることもあった。もう姉の立場などとっくに失っていた。弟にそう言われれば私には出ていく選択肢しか残されていないのだ。だが弟に邪魔者扱いされるよりもっと辛かったのが母や親戚の対応。私がいないことに気づいた父が、まゆかはと声を上げるが、親戚はみんな首を横に振り、母も知らないというだけ。そこですかさず直人が、そういえばこの前ね、と自分の話をする。すると、私の存在などなかったように、母や親戚の人は弟の話を興味津々に聞き出すのだ。これがどれだけ悲しかったことだろう。私がいなくても何も変わらないのだ。そんな時、唯一父の姉の恵子おばさんだけは私のことを心配してくれた。こんなところにいたのね。みんなのところに戻らない？それとも戻りたくないかしら。悲しいのか悔しいのか、私がひっそりと泣いていると、いつの間にかおばが私の横に座っていた。そして、膝に顔を埋めたままの私の背中をさすってくれたのだ。私が何も言えないでいると、おばは静かに話し出す。私ね、なんとなくまゆかの気持ちわかるの。私も姉だからかしらね。弟が生まれてから弟ばかり可愛がられてね。今もそうだけど、うちの親戚って女性が多いじゃない？だから男の子ってすごく可愛がられるのよね。いつもずるいって思ってたわ。恵子おばさんも？私は驚いた。おばはいつも明るく親戚の集まりでも仕切り役。全くそんな風には見えなかった。私の問いかけにおばは優しく微笑む。そうよ。子供の頃はそれはもうずっと弟のことが妬ましいと思っていたわ。でも弟はあまり口数が多い方ではなかったから、直人みたいにずっとみんなの中心にいるってことはなかったの。きっと私より何倍もまゆかの方が辛いと思うわ。おばはそう言いながら私の頭を優しく撫でる。小学校6年生になった私は頭を撫でられるなんて久しぶりすぎて、嬉しいようでいて恥ずかしいような微妙な気持ちになった。うちは親戚付き合いが濃いからね。それに直人も変にずる賢いというか、人の心をつかむのがうまいというか、あんな性格じゃない？みんなコロッと騙されちゃうのね。恵子おばさん、直人のことをそんな風に思ってたの？親戚の人で弟をそんな目で見ている人などいないと思っていたので、私はまた驚いてしまう。おばは驚く私にウインクした。だから忘れないで。私はまゆかをちゃんと見てるから。もしよければ、私からみんなに話をするけど。いい。恵子おばさんが私のことを見てくれてるってだけで十分嬉しい。そう、わかったわ。でも聞いてほしいことがあれば聞くからね。いつでも頼りなさい。それから私はおばに会うことだけを楽しみに親戚の集まりにも参加した。地元を出た今でもおばとだけは頻繁に連絡を取っている。あとはたまに父から近況を聞いてくるメールが入るだけ。実家にもめったに帰らないため、家族や親戚の現況はあまり知らない。そのため、父からこんな連絡が入るだなんて思ってもみなかった。直人が結婚することになった。今、私には交際相手がいない。友人は次々に結婚しており、最近は会社の後輩も結婚ラッシュ。少々焦りを感じていたタイミングで、まさかの弟の結婚報告。今の生活に不満はないとはいえ落ち込んでしまった。そして追い打ちをかけるように直人から連絡が入る。姉さん久しぶり。俺結婚することになったから。相手はもう妊娠してるんだ。結婚できない姉さんに代わって俺が母さんと父さんに孫見せるから安心していいよ。
その代わり、ご祝儀は出産費用も含めて100万円以上な。子供って金がかかるんだよ。弟の相変わらずの態度に、ほとんどゼロに等しかったお祝いする気持ちが完全にゼロになる。いっそ結婚式も欠席してやろうか。そう思いながらも、一生に一度きりだと自分に言い聞かせ、私は直人の要望を受け入れることにした。結婚式当日、挙式が無事に終わり、披露宴の準備ができるまで親族控室へと通された。久しぶりの母や親戚の人との再会。もちろん話題は直人一色。今日の主役だから仕方がないと思おうとするも、どうしても過去の記憶が呼び戻される。その日は今にも雨が降ってきそうなどんよりした曇り空で、私の気分はますます暗くなっていった。そんな私に父が声をかけてきた。まゆか、久しぶりだな。仕事はどうだ？ああ、お父さん。なんとかやっているよ。そうか。どうだ？これからはもう少し頻繁にこっちへ帰ってこないか？父はそう言うが、私はそんな気にはなれない。ああ、今は仕事が忙しいからさ。落ち着いたら帰るようにするよ。私、ちょっとお手洗い行ってくるね。私はそう言って親族控室を出た。少しは変われたと思っていたが、人はそうそう簡単には変われない。やはり親族の前にいると居心地の悪さを感じてしまった。大きいため息が漏れる。その時、私の携帯が震えた。今すぐ新郎新婦の控室に来い。直人からの連絡だった。こんな時に何の用だろう。私は考えを巡らせながら新郎新婦控室へと向かった。ちゃんと持ってきたんだろうな。私が新郎新婦控室へ着くと、弟は口を開くなりこう聞いてくる。一瞬何のことかわからなかったが、弟と弟嫁のいやらしい視線で質問の意図を理解した。ああ、ご祝儀のこと？ちゃんと100万円包んできたわよ。これで文句ないでしょ？この旅はおめでとう。一応と思い、心は込めなかったが、祝いの言葉も述べる。だが、私はそんな気遣いをした自分をすぐに後悔した。少なすぎだろ。俺、ちゃんと言ったよな。100万以上包めって。それなのに100万しか包まないってどういうつもりだよ。普通言われた額より多く包むのが礼儀だろ。相変わらず気が利かない姉さんだな。ちょっと待ってよ。100万だって相場よりかなり高額でしょ？子供が生まれるって言われたから包んだのよ。それなのに、そんな言い方はないんじゃない？そんな態度されたら、今後関わる気なくなるんだけど。私が言い返すと、直人は大げさに舌打ちをする。本当は来たくもなかった上に、言われた通り100万を包んだというのに文句を言われる現状に、苛立ちが募った。我慢ならず弟を睨みつけていると、隣に立つ弟嫁が腰に手を当て、私を笑った。そんな小銭で偉そうに、30歳過ぎてもまだ結婚もしてない人に、今後お世話になるつもりはないですから。義妹となるはずの弟嫁から向けられた初めての言葉に、私は驚愕せずにはいられない。そんな私に、直人も意地悪い笑みを向ける。そうだよ。祝儀だけはもらってやるからさ。姉さんはさっさと帰れよ。ご祝儀はちゃんと置いていってくださいね。二人は一緒になって私を笑う。そんな弟たちに憎しみに近い感情を覚えたが、次の直人の言葉に私はその感情すら失った。姉さんの祝儀なんかなくてもどうとでもなるけどな。だって親戚の人たち、俺のこと大好きだもん。きっとみんなすごい金額を包んでくれてるはずだぜ。母さんも姉さんより俺の方が好きだし、なんなら全財産俺にくれる気でいるかもな。ちょっと、その言い方だと金づるにしか見てないように聞こえるよ。
しょうがないじゃん。実際金づるなんだし。だから友人は少なくして親戚を多めに呼んだから。弟がここまで最低な人間だとは思っていなかった。親戚だけではなく、母のことまでそんな風に思っている直人と、それを面白がっている弟嫁に、愕然とせずにいられない。こんな奴らに気を使っていた自分がバカだった。久しぶりの再会だというのに、昔から何も変わっていないどころか、性格の悪さに拍車がかかっている弟に嫌気がさす。我慢の限界に達した私は、笑い合う二人をそのままに、新郎新婦控え室を後にした。まゆか。新郎新婦控え室を出ると、すぐに私の名を呼ぶ声が聞こえた。恵子おばさんだった。おばの姿を見た私は、自然と心の内が漏れてしまった。おばさん、私、耐えきれない。もう帰る。私がそう言うと、おばは怒りをあらわにする。今の話聞いてたの。こんなことは許されることじゃないわ。みんなに知らせるべきよ。でも、みんなが直人のことが好きなのは事実でしょ。私が言ったところで、きっと誰も信じてくれないよ。直人が親戚の人に無理やりご祝儀を包ませてるなら問題だけど、そういうわけではないみたいだし。私が我慢すれば済むだけの話よ。いいの。もう会うこともないと思うから。どうやらおばは親族控え室で気まずそうにしている私を心配し、出て行った私の後を追ってきたそうだ。そして、私と直人たちとの話を聞いたらしい。おばはみんなに知らせた方がいいと言うが、家族や親戚を見下し、笑い合う二人を見た私は、もう諦めがついていた。だが、おばはそんな私とは裏腹に、怒りに満ちた目をしている。もう、まゆかが我慢することなんてない。私も直人がここまでなんて思ってなかった。今からならまだ間に合うわ。私も一緒に話すから。この際、今までのこともすべて打ち明けましょう。それでも直人の肩を持つ人は、それこそ金づるにでも何でもなればいいわ。おばの言葉に背中を押される。私は覚悟を決めて、おばと一緒に親族控え室へと戻った。意外なことに、母方のおじはすぐに私の話を信じてくれた。実は会社でもあまりいい噂がないんだよ。甥っ子を疑うようなことはしたくなかったし、業績は少しくらい悪くても仕方がないと思っていたが、まゆかの話を聞いて納得がいったよ。せいぜい俺も給料をくれる人程度にしか思われていなかったんだろう。おじは会社を経営しており、直人はその会社に勤めている。どうやら会社では社長の甥っ子だという立場を利用し、好き勝手やっていたようだ。会社の社長ということもあって、親戚の人たちはおじを尊敬している。そんなおじが私の話を認めたので、みんな次々に私の話を信じてくれた。直人がそんな子なわけがない。最後までそう息巻いていた母は、私だけではなく、おばが直人の話をしてくれたことによって、徐々に疑心暗鬼になっていく。結婚費用や出産費用だなんだと言って、数百万円も要求されていた母も、思うところがあったらしく、最終的には私たちの話を受け入れた。父は最初から私の話を信じてくれていたようで、怒りのオーラがにじみ出ている。そして、母を最後に親族全員が私とおばの話を聞き入れたタイミングで、父は口を開いた。うちの息子が申し訳ない。俺たちは息子の育て方を間違えた。もうみんな、今日は帰ろう。あんな奴はお祝いされる資格なんてない。父のその言葉によって、母も親戚の人たちも全員披露宴を欠席することを決めた。父と母は急いで親族控え室を出て、他の出席者の人たちへ事情を話しに行く。私たちが送迎バス乗り場で待っていると、式に参列予定だった人たちがぞろぞろとやってきた。そして、その人だかりの最後に、
父と母の姿が見える。父は視界に私を捉えると、コクンと強くうなずいた。きっと出席者全員が欠席を決めたのだろう。信じてくれてありがとう。そう伝えようと父のもとへ向かったが、私がそばに行くと父は携帯に向かって怒鳴っていた。お前みたいな恩をあだで返すようなやつを誰が祝うものか。電話の相手は直人だろう。こんなに怒りをあらわにした父を見たのは初めてのことだった。姉さんから聞いたよ直人。お前、母さんや親戚の人たちのこと金づるって言ってたらしいな。今まで散々可愛がってもらったくせになんてやつなんだ。もうお前たちを祝う気などない。今日は帰る。父はそう言って電話を切る。そして、今まで辛い思いをさせてすまなかった。と私に謝罪をした。バスに乗り込んですぐ、私の元に直人から着信が入った。姉さん、おばさんを焚きつけて俺たちのこと言いふらしたな。なんてことしてくれてるんだ。会場に誰一人残ってないぞ。慌てふためき、大声を上げている直人に、私は冷静に対応する。恵子おばさんが親族をバカにするあんたたちの話を聞いていたのよ。おばさんも一緒になって話をしてくれたから、みんな信じてくれたわ。言いふらしたなんて人聞きの悪い言い方やめてくれる？私はただ事実を伝えただけだから。結局は同じことだ。どうしてくれるんだよ。知らないわよ。もう私たちバスに乗っちゃってるし。そんなこと言わないでくれ。みんな一緒に乗ってるのか？それなら姉さんが説得してみんなで戻ってきてくれよ。最初は強気だった直人もさすがにまずいと思い始めたのか、今にも泣き出しそうな声を張り上げる。だが、私は許す気などみじんも湧いてこなかった。戻ってきてほしいのも、どうせご祝儀が欲しいだけじゃないの？そんなつもりじゃ。どっちにしろ戻る気なんてないから。それじゃあね。これを機にあんたとは縁を切らせてもらうから。待って、姉さん。すがるような弟の声が携帯からは聞こえてきたが、私は構わず電話を切った。その後、バスの中にいた人たちの携帯が次々に鳴り始める。きっと弟や弟嫁がかけてきたのだろう。だが、家族や親戚のことを金づると思っていたような人の着信に出る人は誰もいなかった。こうして弟たちは私や両親、親戚だけではなく、すべての出席者からのご祝儀を手に入れることはできずに終わった。弟たちはご祝儀を当てにして費用を支払おうとしていたらしく、そのためかなりの額の借金を背負うことになったようだ。私だけではなく、両親や親戚にも助けを求める連絡が入ったようだが、もう直人に救いの手を差し伸べる人はいなかった。その上、数名しか呼んでいなかった友人たちとも音信不通になってしまったらしい。弟への制裁はまだまだ続く。叔父が直人をクビにしたのだ。もともと業績が悪く、評判も良くなかった弟を、もうかばう気にはなれなかったのだろう。弟嫁はすでに寿退社をしており、借金を抱えても、私は妊娠してるのよと働く気がなかったらしい。結局お金もなく、喧嘩も絶えなくなり、子供が生まれる前に離婚することになったようだ。弟嫁はお金を稼ぐため、出産後に夜の仕事に手を出したものの、性格の悪さからなかなか成績が伸びず、借金を返すので精一杯。弟は再就職もままならず、借金を借金で返すという借金地獄に陥っているようだ。何度か実家に助けを求めて帰ってきたらしいが、父だけでなく母からも拒絶されたらしい。一方私は、直人の結婚式以来、少しずつだが実家に帰る機会を増やしている。親戚の集まりにも顔を出し、徐々に居づらさを感じなくなってきた。それが影響したのか、気持ちに余裕が生まれ、少し視野を広く持てるようになった気がする。仕事のアクシデントや要望などにも柔軟に対応できるようになり、会社の同僚や部下、そして上司からも
雰囲気が柔らかくなったと評価された。そしてつい先日、以前から取引をしていた会社の営業マンから食事に誘われた。ようやく訪れた春の予感に少し心が弾んでいる。